英国とフランスが今日駆逐艦をホルムズ海峡に送り込んだのだ。同じ日にプーチンが停戦の仲介者として選んだのはなんとドイツの元首相なのだ。世界が同時多発的に動いた一日なのだ。ホルムズ海峡に駆逐艦2隻ですか。それって日本のエネルギー輸送に直撃する話じゃないですか。プーチンの仲介者の件も相当ヤバそうですよね。どういうことなんですか？今日は世界5本を一気に解説するのだ。最後の5本目が実は日本の食費と医療費に直結する話なのだ。最後まで見逃すなのだ。まず1本目、ウクライナ停戦交渉の最新情報なのだ。今日モスクワで第二次世界大戦終戦記念の軍事パレードが行われた。その直後の記者会見でプーチンが爆弾発言をしたのだ。ヨーロッパの政治家の中で仲介者として会いたいのはゲハルト・シュレーダーだと言ったのだ。シュレーダーってドイツの元首相ですよね。確かプーチンと個人的に親しいって聞きましたけど、それを公式に仲介者として名指しするのは相当大胆じゃないですか。NATO 側の受け取り方が気になります。鋭いのだ。シュレーダーはドイツ首相を退任後、ロシア国営のガスプロムの顧問として働いていたのだ。ドイツ国内では裏切り者と呼ばれるほど批判を浴びた人物なのだ。プーチンがあえてこの名前を出したのは EU と NATO とは交渉しない、でも欧州の一部の人間とは話せるというシグナルなのだ。 NATO のくさびを狙った外交戦術と見るのが自然なのだ。もう一つ重要なのがゼレンスキーへの条件なのだ。話し合いたければモスクワに来いと言ったのだ。当然ゼレンスキーはモスクワ行きを拒否。 FAZ によるとスロバキアのフィツォ首相がゼレンスキーの意向をプーチンに伝えたとされるが、プーチンはそんな個人的メッセージは届いていないと一周したのだ。停戦への道はまだ険しいのだ。モスクワに来いか、それってうちに謝りに来いって言ってるのと同じ構図ですよね。政治って時々中学校の派閥争いと変わらない気がしてきます。2本目は中東なのだ。ル・モンドが伝えたニュースで、英国がフランスと共同でホルムズ海峡の警備に駆逐艦を派遣したのだ。同時に EU はレバノン南部への人道支援ルートの即時開放を求めている。イスラエルの空爆でレバノン南部では昨日だけで少なくとも7人が死亡しているのだ。ここで日本との直接のつながりを見てほしいのだ。日本はホルムズ海峡を通る原油にエネルギー輸入の約9割を依存しているのだ。英仏が駆逐艦を送ったということは、それだけ海峡の緊張が高まっているということなのだ。原油価格が1バレル10ドル上がると、電気代は家庭1軒あたり月500、700円上昇するという試算があるのだ。今まさにその分岐点に差し掛かっているのだ。月700円。年間で計算すると8400円ですよね。それが複数品目に波及したら、家庭の年間エネルギー出費は1万円どころじゃない。子育て世帯は本当にきついですよ。さらに今日ポーランドでも動きがあったのだ。ロシアとの国境に近いカリーニングラード付近の畑で、軍用ドローンが墜落しているのが発見されたのだ。偵察用とみられ、戦闘能力はないとされているが、NATO の領土でロシア関連ドローンが見つかったという事実は重大なのだ。ウクライナ情勢がじわじわと NATO の玄関口までにじみ出てきているのだ。ちょっと待ってください。NATO 領土内にロシアのドローンが落ちた。ってことは、もし偵察じゃなくて攻撃型だったら NATO 第5条の集団防衛が発動する可能性もあるってことですよね。私、そっちの方が正直怖いんですけど、ずんだもん先輩はどう見てますか？正直に言うのだ。僕も今回の件は軽視できないと思っているのだ。ただいまのところ偵察用という判断で、NATO 側は即座に反応していないのだ。ただ歴史を見ると、偵察機が領空侵犯して緊張が高まったケースは冷戦時代に何度もあったのだ。1960年の2偵察機撃墜事件がその典型なのだ。今回は大丈夫という保証は誰にもできないのだ。でもこういう積み重ねが次第に状況を臨界点に近づけるのだ。3本目はアメリカのインフレ問題なのだ。ブルームバーグが今日報じたのだが、来週発表される消費者物価指数がアメリカの消費者の不満をさらに高める内容になりそうだという見通しなのだ。関税政策が食品や日用品の価格を押し上げていて、アメリカ国民のインフレ疲れが深刻になっているのだ。ここが日本の家計に直結する話なのだ。アメリカのインフレが続くと FRB が利下げを躊躇するのだ。す
るとドル高、円安が維持される圧力になるのだ。今の為替が1ドル150円台だとすると、輸入食品や小麦の値段がそのまま上乗せされてくるのだ。パンや麺類、お菓子、スーパーで地味に値上がりしているあの感覚の本当の原因の一つがここにあるのだ。アメリカの物価が下がらない、FRB が動けない、円安が続く、日本の輸入食品が高くなる。これ、私たちが直接コントロールできない連鎖ですよね。個人的には、輸入食品依存度を見直すタイミングかもって思い始めてます。4本目はアルゼンチンの政治ニュースなのだ。ミレイ政権下で大学への財政支援が 45.6% も削減されたのだ。その煽りを受けて、ラプラタ大学心理学部で今日、深刻な事態が起きたのだ。リベルタード支持の学生グループが政治活動をしようとしたところ、左派の学生グループと衝突し、殴り合いになったのだ。双方が互いに、先に暴力を振るったのはあちらだ、と主張しているのだ。背景にあるのは、大学への公的支援を定めた法律をミレイ大統領が大統領拒否権で阻止したことなのだ。大学側の集計では、国立大学への移転資金が昨年比で 45.6% も落ち込んでいるのだ。12日火曜日には全国規模の大学デモが予告されているのだ。これは日本で言えば、奨学金制度を突然半額にしたようなもので、学生が黙っているはずがないのだ。奨学金が突然半額、それは暴動が起きても不思議じゃないですよね。アルゼンチンって経済危機が続いてますけど、教育費まで削るのは長期的に見て本当に大丈夫なのかって疑問です。これ、ミレイ政権への信任にも関わってくる気がします。さらにアルゼンチン政治でもう一つ、UCR、急進市民同盟なのだが、ブエノスアイレス州でニアーのバルビンが新体制トップに就任したのだ。バルビンはアルゼンチンの歴史的な中道政治家リカルド・バルビンの孫なのだ。分裂していた UCR が一本化したことで、2027年の総選挙に向けてミレイ政権への対抗軸が生まれつつあるのだ。ここで一度整理するのだ。今日は1本目、プーチン停戦仲介者指名。2本目、英仏がホルムズ海峡に駆逐艦派遣。3本目、米国インフレ継続で FRB の利下げが遠のく可能性という3問を見てきたのだ。そして5本目、最後のニュースが今日一番の日本直撃案件なのだ。5本目、南米サッカーのアペルトゥーラ2026なのだ。サッカーが日本に直撃と思うかもしれないが、少し待ってほしいのだ。今日アルゼンチンで行われた8強決定戦では、コルドバのクラシコ、タジエレス対ベルグラーノが0対0で前半を終えたのだ。名門モカ、ジュニアーズはアラカンと激突なのだ。では日本との接点はどこかなのだ。実は J リーグや日本代表への影響がある話なのだ。南米サッカーのクラブ大会は今、日本人選手の市場価値に直結しているのだ。コパ、リベルタドーレスのような大会の参加権をめぐる戦いの結果次第で、日本人選手が移籍できる相手クラブが変わってくるのだ。さらに、大会放映権の売買はスポーツビジネス全体の資金循環にも絡んでいるのだ。冒頭で、英仏がホルムズ海峡に駆逐艦を送ったと言ったのだ。この一文の重さを改めて感じてほしいのだ。これは単なる軍事ニュースではなく、日本人が毎月払う電気代と直結しているのだ。そしてウクライナ停戦の行方もエネルギー価格に影響するのだ。今日の5本のニュースは実は全てあなたの家計という一点でつながっているのだ。今日1本だけ数字を覚えて帰ってほしいのだ。それは 45.6% なのだ。アルゼンチンの大学資金削減率なのだ。これは単なる南米の話じゃないのだ。日本でも国立大学への交付金が2004年以降20年で約 10% 削減されてきたのだ。規模は違えど方向性は同じ圧力がかかっているのだ。教育予算を削った国の若者が街に出るのは歴史が証明しているのだ。今日のニュース、本当にどれも他人事じゃないって感じました。プッチン、ホルムズ、インフレ、アルゼンチン、全部つながってるって気づくと、ニュースの見方が変わります。もし、一番気になったニュース、教えてもらえたら、次の解説のヒントにしたいです。コメント欄で教えてください。明日はウクライナ停戦の続報と、来週発表される米消費者物価の速報を扱う予定なのだ。チャンネル登録と高評価でいち早く届くのだ。また明日、なのだ。